もご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はエギの歴史とその魅力について解説します。エギングは手軽にイカを狙えるとあって、今や多くのアングラーに大人気の釣りです。魚を狙うのとは少し違った釣りですが、なぜだかハマってしまう魅力のあるエギング。釣った誰もがその面白さに魅了されます。そんなエギの歴史とその魅力について解説します。最後までよろしくお願いします。今回の結論は次の3つです。エギは漁師さんの漁具から始まったお手軽でゲーム性が高い釣り。魅力は釣りだけじゃない。エギは漁師さんの漁具から始まったについて、エギはもともと漁師さんがイカを取るための道具、エギでした。その歴史は古く、諸説ありますが、約300年以上前の江戸時代からと言われています。イサリビの焼け落ちた松明のかけらが水中に沈んでいくときに、それにイカが抱きついたことがヒントになったそうです。エギの発祥は鹿児島県の南西諸島、奄美大島周辺と言われています。当時は魚型と呼ばれる魚の形をしており、サイズも5、6寸とかなり大きかったようです。それが鹿児島本土に渡る際に時代や場所とともに徐々に小さくなり、使いやすい形になったと言われています。これが細魚型です。漁師さんの漁具から始まったエギ。現在使われているエギは大分型に代表されるようにスリムな流線形に落ち着いていますが、そこにたどり着くまでのエギの変遷には江戸時代という時代背景があったようです。奄美から薩摩にエギが伝来してきたとき、漁師さんが取ってくるアオリイカを見た薩摩の武士がその手法に大変興味を持ち、遊びとして夜間に船を借り出してイカ釣りを楽しんだそうです。恥を嫌う武士たちは遊びとはいえ真剣です。薩摩は奄美に比べてイカが小さかったことや、他の船には負けてはならないという闘争心に火がつき、競い合いの中で地域に合った大きさや形にたどり着きました。魚型という大型のエギは、薩摩の武士が釣果のために切磋琢磨した結果、エギのサイズダウンとスリム化という進化を遂げました。エギは負けず嫌いの武士たちの創意工夫により進化していき、薩摩エギの原型である細魚型が誕生したというわけです。大分型は鹿児島県や大分県で長年受け継がれ、しゃくり抵抗が少なく、流れが緩やかな場所や浅場で使いやすい沈下速度と沈下姿勢が特徴です。一方、山川型と言われる先端がスリムでボディ後方が太く沈下速度が速いものもあります。しゃくった時の跳ね上がりが良く、移動距離が少ないため、流れの強い場所や駆け上がりなどのイカの回遊ポイントを長時間攻め続けられるのが特徴です。大分型も山川型も薩摩エギの原型である細魚型の進化版と言えるでしょう。明治時代に入り、エギは厚く熱した金属や線香などで焼き模様を入れたものに変わり、大正時代には無垢模様から現代の布巻きに変わっていきます。さらにプラスチック成形が可能になると、品質の安定したエギの量産が始まり、現在のエギへと進化していきました。お手軽でゲーム性が高い釣りについて、そんな歴史のある道具、エギを使って行うルアー釣りがエギングです。メインターゲットはアオリイカです。その釣り方は独特で、ロッドを上にしゃくり上げることで、エギにアクションをつけ、フォールさせることで、エギにイカを抱かせます。極めていけばテクニカルな釣りではありますが、始めるにはとてもお手軽です。タックルとエギさえあれば、初心者でも比較的簡単に楽しめます。また、春頃は大物狙いで強い引きを味わえ、秋頃には小型メインの数釣りが楽しめます。シーズンによる習性の違い、漁港や磯といった釣り場による違いなどで、狙い方が変わるゲーム性の高さも面白さの一つです。エギングの基本はしゃくってフォールするだけ。そして何より魚とは異なるイカ独特の引き応えが
エギングの最大の魅力ではないでしょうか。ちょっとした堤防や漁港など足場の良い場所で楽しめるエギング。釣りはしたことがあるけれど、エギングは未経験といった方や、これから釣りを始めようという方にはおすすめのルアーフィッシングです。魅力は釣りだけじゃないについて、なんといっても釣り人の特権は、釣り上げた新鮮なアオリイカが食べられるということです。アオリイカはイカの王様と言われるほど、味も値段も一級品です。歯ごたえが良く、甘みの強い身が特徴で、大きくなるにつれて身が硬くなる傾向があるため、300から800グラムほどのサイズが特に美味しいとされています。新鮮なアオリイカは体色が変化し、鮮度が落ちると全体的に白っぽく透明感がなくなるため、体色が変化しているかどうかで鮮度を確認することができます。おすすめの食べ方は定番のアオリイカのお造りです。特徴的な甘みと食感を一番楽しめると思います。釣った日の鮮度が高いものは食感が良く歯ごたえ抜群で、釣り上げた翌日は少し身が柔らかくなり甘みが増します。また、お刺身はアレンジも簡単なので、お作りに塩とレモン汁でさっぱりと食べたり、イカそうめんにして卵黄とからし明太子と和えるのも美味しくいただけます。そしてシンプルに焼いて食べても美味しいので、照り焼きやバター焼きにしても良いと思います。火を通すことで食感も変わりますし、イカは料理のレパートリーも豊富なので、試してみてはいかがでしょうか。このようにエギングはイカを釣るだけではなく、釣った後の調理が簡単で食べて美味しいところも魅力の一つです。今回のまとめです。エギは漁師さんの漁具から始まったお手軽でゲーム性が高い釣り。魅力は釣りだけじゃない。今回の授業は以上となります。エギの歴史とその魅力の授業が釣りの参考になれば嬉しいです。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。